皆さんこんにちは。今回私は広島県竹原市にある大久野島に行ってきました。可愛いウサギが住み着いていたり、海が綺麗だったり、休暇村があったり、あとは日本一高い鉄塔があったり、それから戦争時代の遺構があったりと、大久野島に来る理由はたくさんあると思います。そんな大久野島がどんな状況だったか紹介したいと思います。よろしくお願いします。大久野島というとウサギが有名です。このように島に入って少し歩くだけでウサギが近寄ってきます。ウサギ以外にも戦争時代の遺構だったり、日本一高い鉄塔だったり、あとは周りの綺麗な景色を楽しんだりと、遊んだり見たり、とても忙しい島です。私はまずウサギと遊びました。最初に餌あげる時なんですけど、急に近づいてきたのでびっくりして、私は指離しちゃったんですけど、ただ直接食べ物を与えると噛まれたり怪我したりする可能性があるため、基本は直接渡さない方が良さそうです。みんながみんなご飯を食べるわけではなさそうです。ただやっぱり人参は人気、すごい勢いで食べています。私はペットを飼っていないので、このように目の前で動物に餌をあげることってなかなかないので、とても面白いし、見ててとても癒されました。一番最初に来たのは発電所跡です。大久野島は戦争時代、日本では珍しい毒ガスを作る施設を設置していた島です。島の外周をぐるっと回れる道路、通路っていうんですかね、があります。自転車で走ることもできるみたいなんですけど、ただ一部はこのように手押ししてくださいねの場所があります。遠くにいるのに近づくと足音なのか何なのかすぐに寄ってきます。今回私はセブンイレブンでこの野菜スティックを買っていきました。コンビニの店員さんも驚いたと思います。こんな人が野菜を食べるのかと。残念ながら私は食べません。この黒いウサギ、少し好き嫌いがあるのかなということで、キュウリをあげてみたんですけど、キュウリね、ちょっとかじるんですけど食べないんですね。で、大根をやってみたら噛みもしない。キャベツはすんなり食べました。こういうウサギには好き嫌いせず食べなさいと言ってあげたいぐらいですね。今回買ってったこの野菜、サイズがそこまで大きくないので、食べきるまで見届けることができます。ウサギが何かを噛んでる時って口元なんかハムハムしてて可愛いですよね。そして奪いに来るウサギがいます。ジャイアンか。大根を食べるウサギももちろんいます。ただここ私ミスったのが、道路の結構真ん中であげてしまったので、ちょっと端に寄せてあげようかなって大根取ろうと思ったらね、怒るんですよね。そんな大根をスッと取って横の方に移動すると、ないないって探すんですけど、気づいてくれてこっちにまた近づいてきてくれます。こんな感じで道の端の方に避けることができます。島を地図上でいうと反時計回りに回っています。外周4キロくらいなので、だいたい1周1時間くらいかかります。私は途中山の上に上がってしまったんですけど、その山の上以外の道路沿いっていうんですかね、こういったところはウサギずっといました。そしてこの食べ物モンスターたち、野菜をあげた感じだと大根がモンスターボール、きゅうりはスーパーボール、キャベツがハイパーボールで、人参がマスターボール。人気の順番はそんな感じでした。
歩いていて近づいてこないウサギもいます。多分なんですけど、先ほど私の前数名通ったので、その方々のご飯を食べたのだと思います。島の北側に来ると少し高台になるので、海がきれいに見下ろせます。山の中腹あたりには火薬庫跡があるそうなんですが、トラロープが張られていて入ることができませんでした。別の入り口にも張られていたので行くことができませんでした。本当にずっとウサギがいます。しかも私の指先からキュウリを奪うようにして取っていきます。ウサギが途中で食べるのをやめたら、そこから先食べ続けることはないので、こういった場合は持ち帰りましょう。島を汚してはいけません。ただ食べ終わったのかなと思って拾い上げようとしたら、また食べ始めました。そして取ろうと思ったら威嚇してくるんですね。なので最後まで食べきるかどうか見守るのが大事なのだと思いました。次に私が来たのは北部大砲跡です。これは戦争時代の遺構です。大久野島にある砲台跡、これは戦争時代に芸予要塞を構成する中の一部です。砲予要塞の建設が決定するまでの間、瀬戸内海に敵艦隊が入らないように侵入を阻止する役割がありました。こんなに綺麗な場所に戦争なんて似合いません。ここを含めて戦争は起きてほしくないものです。この辺りから私は外周の道路っていうか通路ですねを回らずに中に入りました。ここからは24センチカノン砲の砲台跡、それから景色をきれいに見ることができる山の上に行く階段に行くことができます。この砲台跡には4門のカノン砲が設置されていました。可愛いウサギに癒されて明るい気持ちになる一方、戦争以降もあり、光と暗闇両方を兼ね備えた島なのかと思いました。少し歩いていくと広場みたいなところに出ます。ただここ何なのか分かりませんでした。看板が見当たりませんでした。そしてこの横にある坂から山の上に登っていきます。展望台や中部砲台跡が上にはあります。ここからは倍速で上登ってますが、これかなり大変です。結構ね、登ってても息切れして疲れます。で、途中に休憩所があるんですね。休憩所から眺め綺麗なんですけど、後ろを見るとまだまだ上に続く階段があります。ということで坂辛すぎということで展望台まで登ってきました。とても綺麗な景色を楽しむことができます。そしてここからは鉄塔、日本一高い鉄塔を見ることができます。中国地方と四国を結ぶ送電線のための鉄塔です。送電線の下を船が通れるようにとか、あとは重い配線が垂れ下がっても大丈夫なようにとか、いろいろ考えて作った結果、この高さになったそうです。そして大久野島で一番保存状態が良い遺構である中部砲台跡に行ったものの、撮影ボタン押し忘れてて中身が全部すっ飛んでいました。とても残念です。ということで鉄塔の高さを計算してみてください。理系の頭のいい方だったらできるのではないでしょうか。私は分からなかったのでウィキペディアを見ました。
それにしてもすごくごつくて大きくてかっこいい鉄塔だと思います。ごつさと大きさは男のロマンです。この頂上から西側に降りたんですけど、私びっくりしました。この帰り道のこの状態のところを歩いていくのかと。階段状にもなっていなく砂なのでとても滑るんですね。なのでカメラ片手で降りていくととても危ないです。大久野島とか島がつくときは長袖長ズボンがいいと思って長袖長ズボンを履いてきてたんですけど、正解でした。この草むらの中、半袖ハーパンはさすがにきつい。山の上にはウサギいなかったんですけど、降りてきた瞬間にこの近寄り方、たくさんいたんで残ってる餌全部あげました。ただ餌をあげてたら来るわウサギがたくさん来て、あまり余ってなかったのでみんなでシェアしてねということで写真を撮りながら楽しんでみました。日陰だったので暑い体にもちょうど良かったです。休暇村があるのでここで泊まって遊ぶこともできるようです。静けさのある島に渡って泊まるのもありだと思うんですけど、私はここは日帰りが一番時間的にちょうどいいのではないかなと思いました。毒ガスの研究所跡、それから資料館の中に入って中を見て楽しんだら、この大久野島の旅行は終わりです。結局大根2本余ってしまいました。やはり大根はあまり人気がないようです。あと暑かったのでソフトクリーム食べました。今回私は三原に宿泊して、そこから朝移動して忠野海に行き大久野島へ行きました。呉線の車窓からの景色すんごい綺麗です。ただ気をつけてください。呉線電車が1時間に1本くらいしかありません。忠野海の駅から乗船の場所までは歩いて5分くらいになります。船着き場の前の建物でチケットを買ったり、有料なんですけど荷物を預けることができます。忠野海駅にはロッカーがないのでここで預けるのが良いと思います。船はフェリーだと15分くらい、普通の一般的な船だと10分くらいで到着します。それでこの船の発着時刻と呉線電車の発着時刻があまりリンクしていないので、時間をミスると忠野海でぼーっとしなければなりません。ただ忠野海って何もなくて本当にただの海って感じです。日付が合えばアオハタ、ジャムで有名なアオハタの工場見学もできるようです。あとはここですね。私せっかく三原に泊まったので三原城跡を見ていこうと思いました。駅から直結していて天守台に上がることができます。ただね、とても残念なのがこういったお城の跡なのに少し看板が草で隠れてるっていう、掃除っていうか草刈りっていうかしてほしいなとは思いました。今回広島県の竹原市にある大久野島に行ってきました。島に生息しているウサギたちに癒され、綺麗な景色で癒され、そして日本一高い鉄塔をかっこいいと思いながら眺めつつ、戦争の遺構を見て、もう戦争は起こしてはならないと思う、そんないろいろ考えさせられる旅行となりました。今回の動画はここまでです。大久野島に行ってみたくなった方はコメント、いいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。